回の内容はアクスル、シャフトのイモネジが短い件。後半はオイルダンパーの取り付けに挑戦するのだ。タイヤをアクスルに接続する箇所でこんな部品が使われているのは皆さんご存知だと思います。私の場合、タイヤをはみ出させるために六角スペーサーを入れています。その六角スペーサーのネジ部分が折れてしまい、折れた部分が取り除けなかったので新しくこの部品を購入しました。アクスルにこの部品を取り付ける際にどうしてもうまくいきませんでした。実際の様子ですが、ドライブシャフトにしっかり固定されていないので左右が連動するのにラグがあります。ドライブシャフトの平面になっている箇所までイモネジが届いていないのが固定できない原因です。理由は単純で、付属のイモネジが短いのが原因でした。しかし、元々のイモネジと比べると長さは一緒で、なぜ固定できていたのか不思議でした。交換前の社外品のアクスルについていたイモネジの詳細は、M3 で 1.9mm の全長です。新しく購入したイモネジは M3、3mm ですが、これが適正な長さだと思います。しっかり飛び出している様子が確認できると思います。なぜ今まで固定できていたのか、説明できる方はぜひ教えてください。今回購入したのはこちら。実際はセール期間中で1300円台で購入しています。赤色で 59mm を選択しましたが、53mm にしておけばと後悔しています。こんな状態で届きました。ネジは六角ですが、ベンチは付属していませんでした。それでもスペーサーがついているのでありがたいです。バネは柔らかく、巻き数が多めでした。材質の問題かと思いますが、反発力が弱いです。すべて工具を使わずに手で回して分解することができました。こんなパーツで構成されていました。この中にもそれぞれオーリングが使われています。このネジ部分にもオーリングが使われていますが、オイルを入れた後に最後まで締め付けると抜けて外れてしまいます。締め付けが甘いとオイルが漏れるので調整が難しいです。オイルは師匠にこれをいただいたので使ってみたいと思います。今回実際に使用したのはグリーンのシャープ500です。シャープ何々の数値は低いほど柔らかい動きをするそうです。オイルの充填の仕方は補助タンクは満タンまで普通に注入して、メインの方は一旦半分ほど入れた後に数回動かしてオイルをなじませ、最終的には満タンまで注入しました。最後にドレン部分をダンパーが伸びきった状態で奥まで締め付けました。お分かりいただけましたか？シャープ500のオイル使用時、オイルはメイン、補助タンクともに満タンの状態では、収縮時は硬く、戻りもかなり遅く見えます。結構な力で押しています。
ダンパーが元の状態まで戻りません。もちろん、動画外で時間をかければ戻るのかの確認もしましたが、戻りませんでした。アジャスターを調整して元の位置まで戻るように試みましたが、やっぱり納得がいきません。バネも巻き数の少ない強い反発力のものに交換して実験しています。次に試したのは、ダンパーホイールをもう少し柔らかいものへ交換してみることでした。タミヤのシリコンダンパーホイール、ソフトセットを1040円で購入してきました。せっかくなので、シャープ200からシャープ400、すべてで実験してみます。最初は購入時のまま、オイルなしの状態です。当然ですが、反発力は強く、正常な状態に戻ります。次はオイルを注入した際の動きの検証です。まずはシャープ200から。共通の設定として、メインと補助タンクそれぞれに 100% オイルが注入されている状態です。押し込む際は、負荷のかかり方がオイルなしの状態とは全然違います。反発力は少しだけゆっくりになったように見えます。次はシャープ300です。さすがに、粘度が上がると負荷は上がり、反発力も下がったのが見て取れます。最後はシャープ400の動きです。同様に負荷が上がったのがわかります。オイルの粘度に準じた動きになりました。しかし、これでも理想の挙動とは違いました。元の状態まで伸びきらないし、下がる際に引っかかりを感じます。アジャスターで調整し、少し反発力を強めているのに元の高さまで戻りません。結果、一番理想に近い動きをしたのは、オイルをメインに 50% ほど注入されている状態です。オイルはシャープ300で、予備タンクは空にしてあります。それでも納得できない理由は、下がる際の引っかかりや伸びきらないバネで、商品自体に問題があると思います。ショックアブソーバーの内径の詳細はこんな感じで、これが標準的なものなのかもわかりません。5.9mm の内径に対して、ロッドのピストンバルブが 4.9mm です。円が歪んでいるのが確認できます。
品質が良いとは言えません。引っかかる映像をもう一度。今回の商品レビューを見ると、評価は両極に分かれているので好みの問題もあるかと思っていました。今回はあくまでも私の主観です。また今度、別のオイルダンパーを購入して検証する予定です。今回確実に思えたことは、タミヤのダンパーホイールの素晴らしさでした。